皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。ショートケーキのホイップクリームが途中までできています。ケーキのクリームを描くときは色選びにちょっとしたコツがあります。それはクリームを白いと思わないこと。今回は色の選び方を中心にショートケーキの描き方を解説します。それではスタート。まず鉛筆で下書きを描いて、それを下敷きに線画を描きます。次の工程は色の下塗りです。下塗りとは基準になる色を土台として塗るということです。ブラシは単色を均一に塗れるマーカーを使います。素材写真を見てみましょう。これを見て下塗りにどんな色を選べばいいのでしょうか。下塗りの色を選ぶコツは、その部分の中間の色よりも少し暗い色を選ぶこと。私はいつもスポイトなどを使わずに目視で色を選びます。最初にイチゴからこのくらいの赤を選びました。少し暗いかなと思うくらいの色です。次にホイップクリーム。中間色と言われても難しいですよね。明るい色はこんな色、暗い色はこんな色です。クリームの下塗りの色を選ぶときはちょっとしたコツがあります。少し黄色っぽいグレーを選ぶんです。こんな感じですね。黄色っぽいグレーを選ぶ理由は後ほど詳しく説明します。次にこの断面部分、光が逆光なので色選びが難しいですね。下塗りの色はどうやって選べばいいのでしょうか。逆光で暗いということは、その部分の色の明度が落ちているということです。クリームはこの色の明度を落としてこんな色で塗ります。スポンジはどうしよう。光の当たっているこの部分が本来のスポンジの色だと考えます。その色の明度を下げてこれで塗ることにします。真ん中のイチゴの部分も明度を落とした赤を塗っておきます。背景を塗ります。これで色の下塗りができました。この時点で逆光の光を受けたケーキというのがわかりますね。下塗りで大切なのは、この段階で全体のトーンを作ることです。それぞれのパーツはすべてレイヤー分けしてあります。ではそれぞれを書き込んでいきます。ホイップクリームから書き込みます。ブラシは鉛筆。下塗りで少し黄色っぽい色を塗っておきました。なぜでしょうか。コメントで白いクリームを描くときは何色を使ったらいいのかというものがありました。白いと思っていると、その影や中間色は何色なんだろうと考えてしまいます。そうではなく、まずクリームは白いという考えをなくしましょう。ホイップクリームの原材料は卵白です。卵白は白ではなく黄色っぽい色をしています。実際のクリームにも黄色っぽい部分はあります。というわけで、それが素材の色だと考えて、下塗りの色に少し黄色い色を選びました。その色を基準に暗い色、明るい色を作って書き込んでいます。明るい色もただの真っ白ではないと考えましょう。基本は下塗りの色からシフトした明るい色で描いています。こんな色ですね。ここにアクセントで真っ白も入れています。クリームができました。いちごの近くにある影は赤の影響を受けているので、やや茶色っぽくなっています。いちごを書き込みます。まずいちごのレイヤーの透明度をロックしておきます。するとブラシがこの部分からはみ出さない、少し暗い赤を選んで、マーカーのサイズを大きくして大きな立体感を描きます。次に別レイヤーで種を一つずつ塗っていきます。種に影やハイライトも入れます。できたら本体にハイライトを入れます。ハイライトといっても真っ白ではありません。素材の色が反映された色で塗っています。こんな色ですよ。照り返し部分の書き込み、ハイライトの中でさらに明るい部分、暗い部分の書き込み。はい、完成。
次にスポンジ部分を書き込みます。ここでもレイヤーの透明度をロックしておきます。まずはマーカーを使って大きな明暗を作ります。次に新しいレイヤーを作って、レイヤーの描画モードを定山にします。水彩の水彩ウェット羽というブラシを選んでタッチをつけていきます。何をしているかというと、スポンジの穴を大まかに描いています。穴を一つずつ描いていくわけにはいかないので、当たりを作っているんです。これを頼りに素材写真を見ながら鉛筆で書き込んでいきます。断面のクリームの書き込みです。スポンジもそうなんですが、コツは暗い部分から描いていくこと。まずは少し暗い色で全体の凹凸を描く。次にもう少し暗い色で凹凸を強調していく。暗い部分が大体できたら明るい色で描き起こしていきます。まずは下塗りの色より少し明るい色で描き起こしていく。最後に一番明るい色で描き起こす。スポンジのエッジも描き起こして細かな部分も描いていく。大体できました。次にイチゴを描き込んでいきます。最後に断面全体を引き締めるために暗い色や明るい色で各所を描き込みます。ということで絵ができました。今回は具体的な絵の描き方、特に色の選び方について解説しました。今回のヒントが絵を描く方の何かの参考になれば嬉しいです。また絵を描かない方でも絵描きはこんなことを考えて絵を描くんだなと思っていただけたらいいなと思います。もしこの動画が面白かったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。